皆さん、こんにちは。今日は、科学の歴史、錬金術から量子科学まで、私たち人類が物質を支配し、そして理解してきた壮大な旅路について、ざっくりとでも深く掘り下げていきたいと思います。古代の哲学者が水や空気を万物の根源と考えた時代から、量子コンピュータが電子の振る舞いをシミュレートする今日に至るまで、科学は常に、物質とは何か、という根源的な問いに挑んできました。さあ、時間を遡りながら、各時代のキーとなる人物や概念、実験エピソードをつなぎ合わせていきましょう。まずは古代ギリシアに遡ります。紀元前6世紀、タレスは万物の根源を、水、と定めました。アナクシマンドロスは形を持たない、アペイロン、を規定に据え、アナクシメネスは、空気、の濃縮と希薄化で万物が生成すると説きました。こうした単一元素説は、エンペドクレスが提唱した土、水、空気、火の4元素へと集大成されました。エンペドクレスは、愛と争いという2つの力が元素を結合、分離させて変化を生むとし、宇宙全体の構造原理として受け入れられました。この4元素説は、ヒポクラテスの体液説、血液、粘液、気単重、黒単重へと転用され、身体と自然を同じ論理で理解する基盤を築いたのです。その後、アリストテレスは、気象論で4元素に加えて、エーテルという第5の元素を天界の本質として導入しました。地上の物質は生成と消滅のサイクルを繰り返すが、天体は永遠不変という観察に基づく区分は、物質の階層性を示唆しました。さらに質量と形相の概念で変化を本質的に捉えた哲学は、後の錬金術における物質の変容、思想へと直結します。例えば、鉛が金に変わることは単なる外見の変化ではなく、形相の転換と解釈されたのです。ここからは錬金術の実践が本格化します。ヘレニズム期のアレクサンドリアで、ギリシア哲学、エジプトの工芸、ヘブライの秘境が交錯し、物質を操作する知識が儀礼的、神秘的な文脈とともに発展しました。錬金術師の目的は3つに集約されます。第一は、賢者の石を作り、鉛などの貴金属を金に変えることです。第二は、エリクシルを発見し、生命を永久化しようとすることです。第三は物質の純化を通じて完全性を実現しようとすることです。これらは単なる富の追求以上に、宇宙的真理への接近という精神性を帯びていました。8世紀になると、錬金術はイスラム世界で新たな段階に入ります。ジャービル・イブン・ハイヤーンは金属が、硫黄と水銀の2つの原理的要素から構成されるとする二元論を確立し、硫黄は燃焼性や金属的性格を、水銀は流動性や揮発性を象徴するとしました。この理論は蒸留、昇華、溶解といった実験的操作で検証され、彼が開発した器具や手法はヨーロッパ科学実験の原型となります。70の書はラテン語に翻訳され、中世ヨーロッパの学問に深く浸透しました。続いて16世紀のパラケルススです。彼は錬金術を医学と結びつけ、硫黄、水銀に塩を加えた三元質説を提唱し、人体の病変を物質の不均衡として理解しました。こうして錬金術は貴金属製造の秘術から薬剤調合という実用的領域へと広がり、修道院や宮廷の閉ざされた空間から都市の医療現場へと知識の場を移す契機となったのです。中世ヨーロッパでは錬金術がキリスト教神学と複雑に融合します。神が創造した自然の法則を解読することは信仰の進化とみなされ、ニコラス・フラメルは賢者の石で得た財源を聖雅各教会に寄付したという噂が広がりました。錬金術の記録は象徴や偶話で覆われ、王と女王の結婚、和王と水銀の加護王、黒化や石化は反応段階を意味すると解釈されました。こうした暗号的手法は知識の独占を図ると同時に、カール・
ユングが指摘したように人間の内面的成長の比喩としても機能したのです。そして近代科学への決定的転換が訪れます。17世紀、ロバート・ボイルは懐疑的科学者で4元素説や3元質説を批判し、元素をそれ以上分解できない単一物質と再定義しました。これにより物質の理解は思辨から実証へと飛躍し、ボイルの法則で気体の性質が定量的に記述され、実験科学の基礎が築かれました。さらに18世紀末、アントワーヌ・ラボアジエは質量保存の法則を実証し、燃焼を酸素との化合として解明しました。彼の化学原論に収録された33の元素表はフロジストン説を払拭し、近代科学の体系を確立したのです。ラブオアジエの業績は実験手法の徹底でも際立っています。彼は密閉容器を水槽に逆さに沈め、リンや硫黄、金属を燃焼させた際に天秤で質量変化を 0.01g 単位で測定し、燃焼前後で質量が変わらないことを示しました。これにより燃焼はフロジストン放出ではなく、空気中の成分と結合する過程だと証明し、酸素という概念を確立しました。酸素が酸の生成や燃焼、呼吸、金属腐食といった現象に共通することを示したことで、科学は要素の再配置としての変化を捉える視点を得たのです。ラブオアジエはさらに、元素を科学的分解でこれ以上分割できない物質と定義し、酸素、水素、窒素、炭素、硫黄、リン、金属類などをリストアップしました。1787年にはクルトワやベルトレーラと共に化学命名法を発表し、硫酸は硫黄足す酸素、硝酸は窒素足す酸素、炭酸は炭素足す酸素と命名しました。これにより化合物名から構成要素が推測でき、科学の言語は論理性と一貫性を手に入れました。1794年に出版された化学要素論は、実験、測定、計算に基づく近代的教科書として、科学を実証科学へと再構築した重要な一冊です。この流れはやがて原子の秩序を求める冒険へと続きます。紀元前6世紀、デモクリトスは、分割不可能な粒子、原子を提唱し、形や大きさの多様性が万物の生成と消滅を担うと説きました。エンペドクレスの4元素説は、アリストテレスが4つの根源的な元素と整理し、エレメント、元素という語源となります。やがて19世紀初頭、ジョン・ドルトンが近代的原子論を提唱し、原子は最小単位として科学の基礎概念に据えられました。17世紀にはフランシス・ベーコンが科学的方法論を打ち立て、観察、記録、仮説、実験というサイクルが確立しました。ロバート・ボイルが元素を科学的分析でそれ以上単純にできない物質と定義し、錬金術の純粋な物質概念が科学的基準へと昇華されました。19世紀に入ると、ヨハン・ボルフガング・ドベライナーが性質の似た三つ組元素の法則を見つけ、1862年にアレクサンドル・エミール・ベギエド・シャンクルトアが原子量順に螺旋状に並べる試みを提示しました。さらにジョン・ニューランズが1864年に8番目ごとに性質が似るオクターブの法則を提唱し、当時は嘲笑されたものの、後にメンデレーエフの周期表の土台となりました。電気の研究が原子内部構造を暴き始めます。1897年、ジョセフ・ジョン・トムソンが陰極線おまけの電荷を帯びた鉱品、すなわち電子と名付け、原子はプラムプディングモデルで静電荷の球体に電子が散在すると提案しました。1911年、ラザフォードがアルファ粒子散乱実験で原子の中心に小さな静電荷の核があることを示し、原子はほとんどが空虚であると判明しました。これに対し、ボーアは1913年に量子化条件を導入し、電子は離散的なエネルギー順位で回転し、
線維時に光を放出すると説明しました。ボーアモデルは水素スペクトルを説明し、原子が安定に存在できる理由を示したものの、古典的軌道概念が残っていたため、さらなる理論が求められました。1920年代に入ると、ハイゼンベルクが不確定性原理を提唱し、位置と運動量の同時測定が原理的に不可能であることを示しました。一方、シュレーディンガーは波動方程式を導き出し、電子は粒子と波動の二重性を持つことを数学的に表現しました。量子力学が完成すると、原子番号が元素の性質を決定することが明らかになり、モーズリーが1897年に原子核内の陽子数によって元素が決まると発見しました。これにより、メンデレーエフの周期表は経験則から理論的裏付けへと昇華し、予測的なツールへと変わりました。量子力学の登場は化学結合の本質にも革命をもたらしました。1927年、ハイトラーとロンドは水素分子の結合エネルギーを量子計算で求め、共有結合は電子の交換相互作用に起因すると示しました。ポーリングは1931年に量子科学を基礎にした構造理論を展開し、科学者は実験だけでなく理論で物質の性質を予測できるようになったのです。こうした理論的進展は実際の技術応用へと結びつきました。1940年代のマンハッタン計画では核分裂が兵器化され、核エネルギーと核兵器の可能性が示された一方で、倫理的葛藤が顕在化しました。第二次世界大戦後、バイエルやメルクなどの化学企業は染料技術から医薬品開発へと転換し、アスピリンの合成や抗生物質の大量生産が実現しました。化学産業は肥料、プラスチック、合成繊維といった新素材を生み出し、農業や日常生活を大きく変えましたが、同時に大気汚染や水質汚染、プラスチックごみ問題といった環境負荷も招いたのです。科学は常に支配と責任の二律背反を抱えてきました。19世紀後半の染料産業での偶然の発見。例えばペルキンが合成染料マウベインを偶然作り出したエピソードは、失敗はデータであるという姿勢を示しました。さらに、アセチルサリチル酸、アスピリンの合成は工業的合成技術と薬理学的ニーズが交差した典型例です。こうした事例は、観察、仮説、実験、検証というサイクルが実務レベルで回っていることを示しています。一方で、元素の体系化はメンデレーエフの予測的論理が光ります。彼が作った周期表の空白に対し、ガリウムやゲルマニウムが後に実験で発見され、理論が実験を先導したことは、構造活性関係研究にも受け継がれました。科学的発見は偶然だけでなく、論理的な欠如に意味を与え、実験で埋めるというプロセスが繰り返されてきたのです。20世紀後半に入ると、計算科学と人工知能が科学研究のスタイルを変え始めました。2020年代後半、AI がレドックス、フロー電池の新しいクロム系化合物を予測し、実験回数を数万回から3回にまで削減、時間と資金の 99% 削減を実現した事例は、実験設計そのものがデジタルに置き換わる瞬間でした。量子コンピュータも2023年にグラフェンの電子状態を 0.1 ナノメートルの解像度でモデル化し、従来の手法が要した数年を数ヶ月に短縮、医療用センサー開発に直結した例があります。こうしたハイテクは、かつて錬金術師が賢者の石を求めた情熱と同様に、物質の最小単位での制御を目指すものです。しかし技術だけでは不十分です。科学の未来は価値観の転換と切り離せません。錬金術時代は物質を神秘的な存在とみなし、自然との調和を重んじましたが、近代科学の交流とともに、制御する力が手に入りました。その力には責任が伴い、今こそ持続可能な物質文明へのシフトが求められます。循環型科学とグリーンケミストリーは、資源採掘から廃棄までのライフサイクル全体を設計し、廃棄物を最小限に抑えるアプローチです。バイオプラスチックや低温、低圧での触媒反応はエネルギー効率を高め、
環境負荷を削減します。科学はまた、生態系の修復にも貢献しています。バイオレメディエーションで土壌汚染を微生物が分解し、酵素で海洋プラスチックを分解、人工光合成で CO を固定化する技術は、単に物質を支配するだけでなく、自然と共生する手段として進化しています。教育面でも、大学のカリキュラムに倫理やサステナビリティが組み込まれ、次世代の科学者は実験技術だけでなく社会的影響も学ぶようになっています。ここまで、古代の4元素説から量子コンピュータまで、科学の歴史をざっくりとたどってきましたが、全体を通して見えるのは、物質との共生というテーマです。古代の哲学者が自然を理解しようとした好奇心、錬金術師が金属を変える試み、ラブオアジエが質量保存を実証した勤勉さ、メンデレーエフが元素の規則性を予測した洞察、そして現代の AI や量子計算が実験を加速させた革新、すべてが物質をどのように扱うかという問いへの答えを探す旅路でした。しかし同時にその旅は代償も伴いました。産業革命以降、プラスチックや化学肥料が生活を便利にした一方で、二酸化炭素の増加や海洋酸性化、マイクロプラスチックの食物連鎖への浸透といった環境問題が深刻化しています。マンハッタン計画が示したように、核エネルギーは平和利用と破壊的兵器の二面性を持ち、科学技術が引き起こすリスクは常に存在します。だからこそ、私たちが科学を学び、活用する上で、何を作るかだけでなく、どのように作るか、何のために作るか、という倫理的視点が不可欠になるのです。歴史の教訓を踏まえて未来を語りましょう。人類は今、地球全体の運命を左右できる唯一の種です。錬金術から量子科学へと続く長い道のりで培った物質操作の力は、破壊の道具にも、修復の道具にもなり得ます。だからこそ、科学者たちは分子レベルでのイノベーションを通じて、地球との調和を実現する新たな物語を紡ぎ出す責務があります。持続可能な未来は単に新しい材料やエネルギーを作り出すだけでなく、価値観の転換と社会全体の協調が必要です。政策、経済、文化が連携し、プラスチック規制や再生可能エネルギーの普及が進む中で、科学はその中心的な技術基盤として、よりクリーンで安全な社会を支えていくでしょう。というわけで、今日は科学の歴史、錬金術から量子科学まで物質を支配し、そして共生する人類の記録をざっくりと語ってきました。古代の哲学者が水や空気に宿る真理を探し、錬金術師が炎と試薬で秘密を解き明かし、ラブオアジエが天秤と密閉容器で質量保存を証明し、メンデレーエフが周期表で未来の元素を予言し、そして現代の AI が数千の実験を数時間に圧縮する。それぞれが時代の最先端で、物質とは何かを問い続けた結果、私たちは今、量子レベルで物質をデザインし、環境問題に立ち向かう技術を手に入れました。でも忘れないでほしいのは、どんなに高度な技術があっても、最終的に決めるのは私たち人間の価値観だということです。物質を支配するのではなく、自然と共生する知恵を育てることが文明の存続につながります。科学はその知恵を具体化する最も強力な手段の一つです。次回の動画では、量子コンピュータが実際にどのように化学反応をシミュレートし、医薬品開発を変えているのか、具体的なケーススタディを掘り下げてみようと思います。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いしますね。それでは、今日の旅はここまでです。次回もまた、科学の奥深い世界へ一緒に冒険しましょう。ありがとうございました。次に、分子設計の概念がどのように進化したかを振り返ります。20世紀初頭、科学者は主に経験則と直感に頼って新しい化合物を合成していました。例えば、ウィルヘルム・ハンゼンが1905年にウィルヘルム・バウアー・ローレンツ・モデルに基づき、芳香属化合物の合成経路を手作業で組み立てた時代です。彼のノートブックは当時のレシピ本
と呼べるもので、反応条件や生成物の正常が手書きで記録されていました。これが後の合成計画 RETROSYNTHETIC ANALYSIS という概念の原型となります。しかし1930年代に入ると、コンピュータの黎明期が科学に波及し始めました。イギリスの数学者アラン・チューリングが提唱したチューリングマシンの概念は、実は化学反応ネットワークを形式化する上で重要なヒントを提供しました。化学反応は状態遷移の集合として捉えられ、核分子は状態、文字列として表現できるという考え方です。この抽象化により、科学者はどのような反応経路が最も効率的かをアルゴリズム的に探索できる可能性が見えてきました。その後、1960年代にジョン・ケネディ、ファウラーとロバート・ホランダーが独立に開発したホランダー・ファウラーの規則 HCKEL、FOWLER、ルールは、分子軌道理論とコンピュータ計算を融合させた最初の成功例です。彼らは π 電子系のエネルギー配列を手計算で求め、方向属性を予測しましたが、同時に初期の電子計算機 IBM704 を用いて数値的に解を求める手法を実装しました。この経験が、後の半径圏的分子軌道法 SEMI、EMPIRICAL、METHODS や密度広し関数理論 DFT の土台となります。1970年代に入ると、化学情報学 CHEMINFORMATICS が本格化します。米国のカーネギーメロン大学で開発されたケミストリー 1C データベースは、当時の約10万種の有機化合物の構造式と物性データをデジタル化し、検索可能にした画期的なシステムでした。このデータベースは、後の PUBCHEM や CHEMSPIDER の前身となり、科学者が過去の知見を高速に参照できる環境を提供しました。さらに1979年に発表されたサブストラクチャ検索アルゴリズム SMARTS は、特定の官能器や環境を持つ分子を自在に抽出できる手法として、薬剤設計に革命をもたらしました。1980年代は、分子モデリングとシミュレーションが急速に発展した時代です。IBM のスーパーコンピュータ IBM3090 上で走った分子動力学 MOLECULAR DYNAMICS MD シミュレーションは、当時では数十ピコ秒10秒スケールのタンパク質折りたたみ過程を可視化することに成功しました。この実験は、フランシス・クリックとロバート・レビンが提唱した誘導適合説 INDUCED FIT HYPOTHESIS を数値的に裏付け、酵素設計に新たな指針を提供しました。同時期、フランスの科学者ジャン・ピエール・サバランは、分子軌道理論と統計熱力学を組み合わせた統合的反応予測モデル INTEGRATED REACTION PREDICTION MODEL IRPM を開発し、数百種の有機反応のエネルギー障壁を予測しました。彼の手法は、後の自動反応探索 AUTOTS アルゴリズムの原型となり、今日の自動化プラットフォームの根底にある考え方です。1990年代に入ると、インターネットが普及し、科学者同士の情報共有が瞬時に行えるようになりました。1996年に設立されたオープン BABEL プロジェクトは、化学構造ファイルフォーマットの相互変換ツールとして、異なるソフトウェア間の壁を取り払いました。これにより、分子設計から合成、
解析までの一連のフローがシームレスに統合され、研究者はデータ駆動型科学、データ、ドライブ NCHEMISTRY という新たなパラダイムに踏み出すことができました。2000年代初頭、米国 DOE エネルギー省は MATERIALS、GENOME、INITIATIVE、MGI を立ち上げ、材料科学と科学の高速探索を国家戦略として位置づけました。MGI の中心的なプロジェクトである THROUGHPUT、バーチャル、SCREENING、H テレビ S は、数百万の化合物を計算的にスクリーニングし、次世代バッテリー材料や光触媒の候補を絞り込む手法です。この取り組みは、実験室での合成、評価に要する時間とコストを劇的に削減し、産学間連携のテンプレートとなりました。ここで注目すべきは、MGI が単なる技術的プロジェクトに止まらず、データ標準化とオープンアクセスの文化を醸成した点です。MATERIALS、プロジェクトや AFLOWLIB といったオープンデータベースは、結晶構造、バンドギャップ、フォノン散逸率といった情報を無料で提供し、世界中の研究者が同じ基盤上で比較、検証できるようにしました。例えば、日本の東京大学とドイツのフラウンホーファー研究所が共同で、同位体標識を用いた光触媒水分解の効率向上に成功したケースが生まれました。彼らはデータベースから抽出した高活性材料候補を数十種に絞り、ロボットハンドラーで自動合成、評価を行い、従来の手法に比べて開発期間を1、5に短縮しました。2010年代に入ると、ディープラーニングが科学に本格的に浸透します。2015年に発表された DEEPCHEM フレームワークは、TENSORFLOW や PYTORCH をベースに、分子の SMILES 文字列やグラフ構造を入力として、活性予測や反応予測を行うモデルを簡単に構築できる環境を提供しました。これに伴い、Google の ALPHAFOLD プロジェクトが2020年にタンパク質構造予測で驚異的な精度を達成し、分子設計の領域にも大きな波及効果をもたらしました。ALPHAFOLD のアルゴリズムは、一次配列から3次元構造を予測するだけでなく、酵素の活性部位の微細構造を高精度で再現し、これが新規酵素設計や代謝経路改変に直接応用されています。さらに2021年に発表された REAXFF、GAN、GENERATIVE、ADVERSARIAL、ネットワーク、4、REACTIVE、フォース、FIELDS は、反応勢力上を自動生成し、未知の反応経路を探索できるシステムとして注目を浴びました。研究チームは数千件の実験データを教師データとし、GAN が生成した新規反応機構を分子動力学シミュレーションで検証。結果として、炭素、窒素結合の低エネルギー形成経路を新たに発見しました。このように、生成モデルと第一原理計算のハイブリッドが、実験的直感を超える洞察を提供しつつあります。量子コンピュータが科学に本格参入した2023年以降、特に量子科学シミュレーターの実装が加速しています。IBM、QUANTUM が提供する QISKIT、CHEMISTRY やマイクロソフトの AZURE、QUANTUM、CHEMISTRY では、分子軌道計算を量子ビット上で直接実行できるようになり、従来のハートリー、フォック法や CCSD、キーといった高精度手法と同等の結果を数十倍早く得られるケースが増えています。実際、2024年に米国のスタンフォード大学とカリフォルニア大学バークレー校の共同研究チームは、量子ビット10個で、
フェニルアセトニトリルの電解導過程をシミュレートし、実験的に観測された光吸収スペクトルと 99.8% の相関を示しました。この結果は光電変換材料や有機半導体の設計において量子レベルでの最適化が可能になることを示唆しています。しかしテクノロジーの進歩が急速である一方、社会的倫理的課題も顕在化しています。 AI が生成した化合物の特許権は誰に帰属するのか、量子計算で得られた新規材料の安全性評価はどのように行うべきかといった法的枠組みは未だ整備途上です。欧州連合は2022年に AI、GENERATED、ケミカル、INVENTION、AICI に関する指針案を公表し、発明者の認定基準や責任分担を明確にしようと試みましたが、実務上の合意形成は依然として難航しています。日本でも特許庁が2025年度に生成 AI 特許制度のパイロットプログラムを開始する計画があり、科学分野での AI 活用が法制度とどのように連携していくかが注目されています。こうした制度的課題と並行して教育現場でも大きな変革が起きています。2020年代後半、東京工業大学は分子デザイン学部を新設し、科学、計算科学、倫理学、ビジネスを横断的に学ぶカリキュラムを導入しました。学生は実験室でのハンドオン作業に加え、AI モデルのトレーニングや量子回路の設計、さらにはサステナブル、イノベーションのケーススタディを通じて、技術と社会のインターフェースを体感的に学びます。このような次世代の教育プログラムは、単に新しい分子を作るだけでなく、それが社会に与えるインパクトを評価できる人材を育成することを目的としています。実際に産業界でも、科学と AI の融合は新興企業の台頭を促しています。2022年にシリコンバレーで創業された MOLECULEARN は、AI 駆動型の分子合成プラットフォームを提供し、顧客は Web ベースのインターフェース上で目的とする物性、例、高誘電率、低熱膨張を入力すると、数秒以内に合成経路と必要試薬、コスト見積もりまで自動生成されます。導入企業の一つである日本の自動車部品メーカーは、これを利用して、高耐熱樹脂の開発期間を従来の3年から6ヶ月に短縮し、CO 排出量も 30% 削減しました。こうした成功事例は、AI が設計者の役割を補完し、実験リソースの最適配分を可能にしたことを示しています。次に、科学が直面する最も喫緊の課題である炭素循環の実現について、具体的な技術動向を掘り下げます。炭素補足、利用、CARBON、CAPTURE、UTILIZATION、CCU 分野では、2023年に MIT と京都大学の共同研究チームが、光触媒型人工光合成装置を開発し、太陽光エネルギーだけで大気中の CO を直接メタノールに変換するプロセスを実証しました。この装置は、ナノサイズの銅、亜鉛酸化物複合触媒を用い、光子1個あたり最大で12分子の CO を固定化する効率を達成しました。生成されたメタノールは燃料としてだけでなく、プラスチックや有機化学品の原料として循環的に再利用できるため、炭素フローの並ループ化に大きく貢献します。同時に、バイオテクノロジーと化学合成のハイブリッドも進展しています。2024年にドイツのバイエル社と韓国の LG 化学が共同で開発した合成微生物プラットフォームは、遺伝子編集された酵母が高分子プラスチックの全躯体であるポリヒドロキシアルカの A と pH を石油由来の原料ではなく CO と水だけで合成できるように設計されました。このプロセスは従来の石油化学と比べてエネルギー消費を約 70% 削減し、廃棄物ゼロを目指すゼロ
ウェイスト、戦略の核心となります。さらに、合成微生物は AI が最適化した代謝経路設計に基づき、目的とするモノマーの分子量分布や結晶性をリアルタイムで制御できるため、製品の品質管理が飛躍的に向上しました。こうした技術は単に炭素を減らすだけでなく、炭素を価値ある資源へ変換するというパラダイムシフトを象徴しています。実際、2025年に欧州連合が策定したCARBON、CIRCULAR、エコノミー、アクション、プランでは、2028年までに化学産業全体の CO 排出を 40% 削減し、同時に炭素リサイクル率を 30% 以上に引き上げる具体的目標が設定されました。この政策枠組みは、政府資金による研究助成だけでなく、産業界が自律的に炭素リサイクル技術を導入するインセンティブを提供し、結果的にグリーンケミストリーの市場規模は2027年までに約1兆円規模へと拡大すると予測されています。ここで、科学者が直面する倫理的ジレンマの一例として、デジタル、ツイン、DIGITAL、TWIN、科学の問題を挙げます。デジタル、ツインとは、実際の化学プロセスや材料を仮想空間に完全再現し、シミュレーション上で最適化や故障予測を行う技術です。2026年に日本の大手化学メーカーが導入したデジタル、ツインプラットフォームは、リアルタイムで工場全体のエネルギー消費と排出ガス濃度をモニタリングし、AI が自動的にプロセス条件を調整することで、年間 CO 排出量を約 15% 削減しました。だが同時に、データのプライバシーやサイバーセキュリティリスクが顕在化し、外部からの不正アクセスにより製造レシピが漏洩する危険性が指摘されています。これに対し、国際標準化機構 ISO は2027年に化学プロセスデジタルツイン安全指針 ISO/TC276 を策定し、データ暗号化、アクセス権管理、事故時の自動遮断機構などを必須要件とすることで、技術と安全の両立を目指しています。さらに、環境正義、エンバイロメンタル、ジャスティスの観点から、科学技術の恩恵が地域格差を拡大しないよう配慮する必要があります。例えば、アフリカのサハラ以南地域では、農業用化学肥料の過剰投与が土壌酸性化と地下水汚染を招き、食料安全保障に深刻な影響を及ぼしています。これに対し、2025年に国連環境計画 UNEP と日本政府が共同で推進した低炭素、低肥料農業プログラムでは、AI が土壌センサーとドローン映像を統合し、作物ごとの最適窒素供給量をリアルタイムで算出するスマート農業システムが導入されました。結果として、肥料使用量は従来の 30% に削減され、収穫量は平均 7% 増加したと報告されています。こうした取り組みは、科学技術が富裕層だけの特権ではなく、全人類の生活向上に資する形で実装されるべきだという教訓を示しています。科学の未来像を描く上で、最後に分子レベルの情報社会の概念を紹介します。情報通信技術 ICT が進化し、分子情報がブロックチェーン上でトレーサビリティ確保される時代がすでに到来しています。2026年にスイスのスタートアップ、MOLECCHAIN が提供したプラットフォームでは、医薬品の合成経路や使用された原料の産地情報、環境フットプリントが暗号化された形で記録され、サプライチェーン全体の透明性が向上しました。これにより、偽造薬の流通防止や、エシカル消費者が環境負荷の低い製品を選択できる基盤が整備されています。ブロックチェーン技術は、化学産業における信頼の構築手段として、単なるデータ保存以上の価値を提供しています。総括すると、科学は単なる実験技術の集合体ではなく、哲学、倫理、経済、
制作と深く交錯した総合的な人類活動です。古代の4元素説から量子コンピュータ、AI、ブロックチェーンに至るまで、常に人が自然とどう関わるかという根源的な問いが変容し続けてきました。我々が今直面している持続可能な物質文明の実現は、技術的ブレイクスルーだけでなく、価値観の再定義と社会制度の整備が不可欠です。次回は具体的なケーススタディとして、量子コンピュータが薬剤設計に与えるインパクトを掘り下げ、実際の臨床試験へとつながるシナリオを解説します。ぜひチャンネル登録とコメントで皆さんの疑問や興味を教えてください。では、また次回の冒険でお会いしましょう。ありがとうございました。しかし、この次回の予告が単なるスクリプト上の演出で終わってはなりません。なぜなら、量子コンピュータが薬剤設計にもたらすインパクトは、すでに歴史的転換点の直中にあり、その背景には、科学の歴史そのものが試行錯誤の記録から計算による予測の科学へと劇的に変貌を遂げてきた長い物語があるからです。ここで私たちが今まさに歩み始めている量子科学の時代の深淵を、より具体的な歴史的文脈と技術的進化のプロセスを追って深く掘り下げてみましょう。科学の歴史を振り返る際、私たちは往々にして発見の瞬間に焦点を当てがちです。酸素の発見、元素周期律の発見、あるいはペニシリンの発見など、ひらめきによって科学が前進した瞬間は確かに輝かしいものです。しかし、これらの発見の裏側には、常に物質の構造をどう理解するかという根本的な問いがありました。古代ギリシャのデモクリトスが原子という概念を提唱した時代から、19世紀のドルトンが原子説を確立し、20世紀初頭のシュレーディンガーやハイゼンベルクが量子力学を構築するまで、人類は目に見えないものをどのように捉え、記述するかという戦いを続けてきました。特に20世紀半ばまで、化学反応のメカニズムを解明することは、どちらかといえば、経験則と類推に依存する部分が大きく、実験室での試行錯誤が不可欠でした。例えば、ある新しい医薬品を開発するためには、数百種類、あるいは数千種類の化合物を合成し、一つずつ生物学的な活性を試すという、膨大な時間とコストを要するプロセスが常識でした。これは、試して失敗し、また試す、という、いわば科学者の職人芸的な側面が強く残っていた時代です。しかし、ここに決定的な変化をもたらしたのが量子力学の科学への応用、すなわち、量子科学の誕生でした。1927年、ウォルター、ハイターとフリードリヒ・ロンダが水素分子の結合を量子力学を用いて初めて理論的に説明したことは、科学の歴史における画期的な出来事でした。彼らは電子の波動関数を解くことで、原子がどのように結合し、分子がどのような形をとるかを数学的に予測できることを示しました。これは科学が単なる物質を扱う技術から電子の振る舞いを計算する理論科学へと昇華する最初の足がかりとなりました。しかし、当時の計算能力の限界により、この理論は単純な分子にしか適用できず、複雑な生体分子や触媒反応を扱うにはあまりにも難解なものでした。その後、コンピュータの発明とともに量子科学は急速に発展を遂げます。1950年代から60年代にかけて、ロバート・マリケンやジョン・ポープルらが分子起動法を計算機に適用するためのアルゴリズムを開発しました。これにより、科学者は実験室に飛び込む前に、コンピュータ上で分子のエネルギー状態や反応経路をシミュレーションできるようになりました。特にポープルは、ガウスという有名な量子科学計算ソフトウェアを開発し、これが世界中の科学者にとって標準的なツールとなりました。しかし、この時代においても計算には莫大な時間がかかり、精度も限定的でした。
複雑なタンパク質や高分子材料の電子状態を正確に計算するには、当時のスーパーコンピュータでも数ヶ月から数年を要するケースも珍しくありませんでした。ここで歴史的転換点として密度広子関数理論 DFT の台頭を無視することはできません。1964年にピエール・ホーヘンバーグとオルター・コーンが提唱し、1965年にコーンとシャムが実用的な方程式を導き出した DFT は、多電子系の電子密度を用いて系のエネルギーを計算する手法です。この理論の最大の利点は、電子の波動関数全体を計算するのではなく、電子密度という比較的単純な変数に焦点を当てることで、計算コストを劇的に削減しつつ高い精度を維持できる点にあります。DFT の登場により、量子化学計算は学術的な実験室の域を超え、産業応用へと本格的に広がっていきました。自動車メーカーが排ガス触媒の設計に、製薬会社が創薬候補物質のスクリーニングに DFT を利用するようになったのはこの時期からです。しかし DFT も万能ではありませんでした。電子相関効果が強い系、例えば繊維金属錯体や冷気状態の分子、あるいは化学結合が切断、形成される反応経路の中間体など、従来の近似では正確に記述できない現象が多く存在しました。ここがまさに古典的な計算科学が直面していた壁であり、これが量子コンピュータの登場を待たざるを得なかった理由でもあります。21世紀に入り、量子コンピュータの技術が飛躍的に進歩するにつれて、科学の未来は再び大きく書き換えられ始めています。量子コンピュータは古典的なビット0か1ではなく、量子ビット0と1の重ね合わせ状態を用いて情報を処理します。この性質により、電子の振る舞いそのものが量子力学的な現象であるという点で、量子コンピュータは科学系のシミュレーションに対して本質的に優れた適性を持っています。古典的なコンピュータが指数関数的に計算コストが増大する問題を、量子コンピュータは多項式時間で解く可能性を秘めているのです。具体的に、どのような変革が起きているのでしょうか。まず触媒設計の分野です。例えば、アンモニア合成のためのハーバー・ボッシュ法は、現代農業の基盤となる窒素固定を可能にした偉大な発明ですが、プロセスは高温高圧を必要とし、世界全体のエネルギー消費の約 1%、CO、排出量の約 1.4% を占めています。この反応の触媒である鉄触媒のメカニズムを完全に解明し、より効率的な触媒を設計することは、長年の科学者の悲願でした。量子コンピュータを用いることで、触媒表面での窒素分子の吸着と結合の切断、形成過程を原子レベルで正確にシミュレーションできれば、現在の鉄触媒に代わる常温常圧で動作する革新的な触媒の発見が現実味を帯びてきます。また、リチウムイオン電池の次世代候補である全固体電池の開発においても、量子コンピュータの役割は極めて重要です。固体電解質中のリチウムイオンの移動メカニズムは、複雑な結晶格子内の電子相互作用に依存しており、古典的なシミュレーションでは精度に限界がありました。量子コンピュータを用いることで、イオン伝導メカニズムをより精密に解明し、より高容量、高安明性な電池材料を設計することが可能になります。これは電気自動車の航続距離の飛躍的な延伸や、再生可能エネルギーの効率的な蓄電システムの実現に直結する課題です。さらに、光合成のメカニズム解明も量子科学の重要なターゲットの一つです。植物が太陽光エネルギーを化学エネルギーに変換する過程では、光冷気された電子が極めて高い効率でエネルギー伝達を行います。この量子コヒーレンスと呼ばれる現象が光合成の高効率の鍵を握っていると考えられています。量子コンピュータを用いてこの現象を人工的に模倣し、太陽光エネルギーを直接化学燃料、例えば水素に変換する人工光合成
システムを設計できれば、人類は無限に近いクリーンエネルギー源を手に入れることができるかもしれません。しかし、量子コンピュータが科学のすべての問題を解決する魔法の杖になるわけではありません。現在、量子コンピュータは NIS 級、ノイズあり中規模量子の時代と呼ばれ、計算エラーやノイズの影響が依然として大きく、大規模な分子系の計算には適していません。そのため、古典的なコンピュータと量子コンピュータをハイブリッドに組み合わせた変分量子固有値ソルバー VQE などのアルゴリズムが開発され、限られた量子ビット数でも有用な結果を得る工夫が進められています。また、量子エラー訂正技術の向上や、より安定した量子ビットの開発が、科学応用を本格化させる鍵となります。タイトル、量子時代の科学革命。技術の進化と人間の知恵が織りなす未来、本格化させるための鍵となります。この技術的進化の背景には、科学者たちの思考の変容が深く関わっています。かつての科学者は、実験結果を解釈するために理論を用いていました。しかし現在では、理論が実験を先行し、実験が理論を検証するという新しいパラダイムが定着しつつあります。AI と量子コンピュータの融合により、科学者はどのような分子を合成すべきかを設計段階で予測できます。さらに、その分子が実際に機能するかどうかをシミュレーションで確認した上で、実験室へと足を踏み入れることが可能になります。これは、科学研究の効率を劇的に高め、新薬開発の期間を数年から数ヶ月に短縮する可能性を秘めています。また、この変化は科学教育の在り方にも大きな影響を及ぼしています。従来の科学教育では、実験技能や反応式の暗記に重点が置かれてきました。しかしこれからは、計算科学リテラシーや量子アルゴリズムの理解が不可欠な要素として加わります。学生たちは、分子モデルを構築し、量子計算を実行し、その結果を解釈する能力を身につける必要があります。これは、科学者が単に物質を作る技術者から、物質を設計するエンジニア兼科学者へと進化することを意味しています。歴史的に見れば、科学の発展は常に計算能力と理論の精度の向上と連動してきました。古代の錬金術師が哲学と実験の狭間で模索していた時代から、18世紀の定量的科学、19世紀の構造科学、20世紀の量子科学へと至るまで、人類は物質の謎を解き明かすためのツールを次々と手にしてきました。そして今、私たちは量子時代と呼ばれる新たな扉を開こうとしています。この時代において、科学は単なる物質の変換技術を超え、情報科学、材料科学、生物学、そして環境科学を統合する統合科学へと進化を遂げつつあります。ここで、もう一つの重要な視点として、量子科学がもたらす民主化の側面にも目を向ける必要があります。かつて、高度な量子科学計算を行うためには、数百万ドル規模のスーパーコンピューターと、それを運用する専門家のチームが必要でした。しかし、クラウドコンピューティングの普及と量子コンピュータのサービス化により、現在では中小企業や個人の研究者でも、インターネットを通じて高度な計算リソースを利用できるようになりつつあります。これは、科学イノベーションの裾野を大きく広げ、世界中の多様な才能が物質科学の進展に貢献できる基盤を築いています。例えば、開発途上国にいる研究者が、現地の気候や土壌に特化した肥料や農薬を、自国のデータベースとクラウド上の量子計算リソースを活用して設計できるようになれば、地域固有の課題に対する解決策が迅速に生まれる可能性があります。また、患者のゲノム情報に基づいた個別改良、すなわちプレシジョンメディシンにおいて、その患者固有の代謝酵素の構造を量子計算でシミュレーションし、最適な薬剤を設計するといったことも、将来的には現実のものとなるでしょう。しかしながら、こうした技術の進歩に伴い、新たな課題も浮上しています。量子コンピュータが化学反応を完全に予測できるようになった場合、その知識を悪用して
強力な毒物や生物兵器を設計するリスクもゼロではありません。科学の歴史は、平和利用と軍事利用の狭間で揺れ動いてきた歴史でもあります。核物理学が原子力発電と核兵器の両面をもたらしたように、量子科学の飛躍的な進展も、倫理的なガイドラインと国際的な監視体制の強化を不可欠なものにしています。また、計算結果のブラックボックス化の問題も無視できません。AI や量子アルゴリズムが導き出した分子構造が、なぜそのように最適化されたのか、その物理的、科学的な根拠を人間が完全に理解できない場合、その結果をどのように信頼し、実用化するかという問いが生じます。科学の伝統である再現性と説明可能性を、新しい計算科学の文脈でどう維持していくかは、今後の重要な課題の一つです。さらに、知的財産権の観点からも議論が必要です。AI や量子コンピュータによって設計された分子構造の発明者は一体誰なのか、それはアルゴリズムを開発した研究者なのか、それともアルゴリズムを操作したユーザーなのか、あるいはアルゴリズムそのものなのか、この問いに対する法的な回答は、今後数十年の科学産業の構造を決定づける可能性があります。現在、各国の特許庁や国際的な法廷では、AI による発明の特許性について激しい議論が続いており、科学者たちもこの議論に積極的に関与する必要があります。歴史を紐解けば、科学の毎回の大きな飛躍は、社会の在り方を根本から変えてきました。石炭化学が産業革命を推進し、石油化学が現代の消費社会を形成し、高分子化学がプラスチックという万能材料を人類にもたらしました。そして今、量子科学がもたらす変革は、私たちが物質とエネルギーに対して持つ認識そのものを変える可能性があります。物質を単なる資源として消費するのではなく、量子レベルで設計、制御し、循環させる持続可能な物質文明の構築が、この時代の最大のテーマとなるでしょう。この文脈において、科学者の役割はますます重要になっています。彼らは、単に実験結果を出すだけでなく、計算科学と実世界を掛協し、倫理的、社会的な影響を考慮しながら、技術の方向性を導くナビゲーターとしての役割を担わなければなりません。量子コンピュータが計算のスピードを上げることはできますが、その計算を何のために使うかという目的設定や、その結果がもたらす社会的影響を判断するのは、依然として人間の知恵と倫理観にかかっています。また、科学の歴史を学ぶことは、現在の技術的課題を解決するためのヒントを与えてくれます。過去の科学者たちは、限られた道具と情報の中で、どのようにして自然の謎に挑み、解決策を見出してきたのか、そのプロセスには、失敗からの学習、異分野との共同、そして社会の要請に応えるための柔軟性といった、現代の科学者にも必要な資質が詰まっています。例えば、19世紀のケクレがベンゼンの構造を夢の中で発見したという逸話は、直感と論理の相互作用の重要性を象徴しています。量子コンピュータの時代においても、計算能力の向上だけでなく、科学者の直感や創造性が、新しい発見の鍵を握ることは変わりません。さらに、科学の歴史は、国際的な協力と競争の歴史でもあります。元素周期率の発見をめぐる競争、科学構造論の確立における各国の貢献、そして現代の量子科学における国際的な研究プロジェクト、科学は国境を越えた共通の言語であり、人類全体の課題である気候変動やエネルギー問題、食料問題に対して国境を越えた協力を促す力を持っています。量子コンピュータを用いた大規模なシミュレーションプロジェクトは、世界中の研究者が共同でデータを共有し、知見を蓄積するプラットフォームとして機能し、国際協力の新たなモデルを提示する可能性があります。最後に、科学の未来像を語る上で忘れてはならないのが、人間の感性との調和です。科学が高度に計算化、効率化される一方で、科学がもたらす美しさや驚き、そして自然との調和という感覚を失ってはなりません。量子レベルで物質を操る技術は、
まさに神の領域に踏み込むようなものですが、その技術を使うのは自然の厳しさと美しさを知り、人間の限界を理解している科学者です。彼らが技術の力と人間の感性をバランスよく統合し、持続可能で豊かな未来を作り出すことができるかが、これからの科学の使命と言えます。したがって、量子コンピュータが薬剤設計に与えるインパクトを論じることは、単なる技術的な進歩の紹介にとどまらず、科学という学問が歩んできた長い道のりと、これから向かうべき方向性を再確認する機会となります。それは、古代の錬金術師が夢見た賢者の石の探求が、量子力学と計算科学によって、現実的な物質設計の科学として実現されつつあるという、人類の知の壮大な物語の最新明らなのです。この物語は、まだ始まったばかりです。量子コンピュータの技術がさらに成熟し、AI との連携がさらに深まることで、私たちはこれまで想像もしていなかった物質や反応を発見し、人類の生活に革命をもたらすでしょう。しかし、その過程で私たちは、技術の力に対する謙虚さ、倫理的な責任、そして自然への畏敬の念を忘れてはなりません。科学の歴史は、常に自然とどう関わるかという問いに対する答えを模索し続けてきた歴史です。量子科学の時代においても、この問いは変わることなく、私たちの指針となり続けるはずです。次回のエピソードでは、具体的なケーススタディとして、実際に量子コンピュータがどのようにして特定の難治性疾患に対する新薬の候補物質を特定し、臨床試験へとつながるまでのプロセスを描いていきます。そこには、理論計算の厳密さ、実験室での検証の難しさ、そして患者の希望が交錯するドラマが待っています。科学の歴史は、単なる事実の羅列ではなく、人類の知恵と情熱が織りなす物語なのです。その物語の続きを一緒に探求していきましょう。